こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、雰囲気があるイラストですよね。稲荷狐さんの作品で、タイトルは世界の編纂者。斉藤先生こんにちは。今回描いたキャラクターは私自身をキャラクター化したものです。私は狐が好きなこと、お面のキャラクターが好きなこと、ファッションとしてパーカーが好きなことから描きました。テーマとしては私自身キャラクターを作り、彼らを通して物語を作ることが好きなため、私の理想の世界を作るものを描かせていただきました。添削してほしい場所は普段は立ち絵を描くことが多いため、単純な構図を描くことが多いです。そのため影などはパーツごとに描いているのですが、今回は雰囲気重視で描かせていただきました。そしてその分影が単調になり立体感に欠けると思い依頼させていただきましたとのことです。はい、稲荷狐さん応募ありがとうございます。狐のお面とパーカーとの組み合わせとてもかっこいいですね。和風の世界観と今っぽい世界観の組み合わせがとてもね良いと思いました。で、今回の作品どこを添削していくかなんですが、稲荷狐さんもおっしゃっている影について、ちょっとですね、ご本人がどういう意味で影が単調になりすぎてしまったって思っているかはわからないんですが、確かにね、僕も影色が単調になりすぎているかなとは思いました。なので影色の部分と、あと単調さで言えばこのね、赤と青のエフェクトの入り方も絵が単調になってしまっている原因があるのかなと感じましたので、その部分について添削させていただこうと思います。この動画を見ていただければ単調さの原因が何なのか知っていただけて、自分の絵を描くときにはどうやったら単調にならないのか、ご自分の作品に取り入れていただけるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。で、最初に何をするかなんですが、ここもですね、影色と見なしていいと思うんですが、肌色ですね。肌色が全体で見た時になんかこうくすんで見えますので、まずはそこから着手していこうと思います。はい、こんな感じです。まだね、ピンポイントで直したので、直した部分が浮いてしまっているかもしれませんが、徐々に馴染んでいくので安心してください。で、なぜね、こういう風に直すかについても、もうちょっと他の部分を直してから解説した方が納得してもらえると思いますので、はい、このまま次に行きましょうか。次は胸元ですね。白いシャツの部分の色も調整します。こうです。はい、こんな感じです。シャツの色は肌色と逆にちょっと暗くしました。さてですね、なんでこのような調整をしたのかというと、添削前と見比べていただくと分かりやすいと思うんですが、添削前全体をですねぼやーっと見た時にすごくね目に飛び込んでくるのがこの右上のお面、そしてこの胸元の白なんですよね。なんかいまいちですね、このキャラクターの顔に目がいかない。それはなんでかっていうと、一点は一番最初に直した肌色がくすんでしまっているからで、もう一つが白いシャツが画面の中で比較的明るい部分だからですね。このお面もそうです。顔にですねもっと注目を集めたい場合にはどちらかというとその逆、肌色を明るくしてで T シャツは若干影を落として暗くしなければいけません。その関係性を作り直すために、はい、このように肌を明るくして T シャツを暗くしてあげたわけなんです。もしかしたらね、稲荷狐さんは影の面割りの仕方に複雑さがないからちょっと単調になってしまったと言っているのかもしれませんが、それもそれであるにはあるんですが、はい、だからね僕はちょっと面割りを少し複雑にしたわけなんですね。でもそれもあるんですが、それよりも今言った意味での影の明るさの関係性作りを意識してみると、もう一段階グレードアップした影の付け方ができるようになると思います。さあ、それとですね、影を調整したら気になってくるのがこの光の部分なんですが、一旦ね調整してみます。はい、ハイライトの色なんですがちょっと真っ白で浮いてしまっているようにも感じたので、若干ですが色を入れてみました。あとはですね、ここもちょっと欠けてしまっているので、ちょっと肩も保管しつつ少しハイライトの面積を増やしてみようと思います。
はい、こんな感じですね。ですね、ハイライトなんですが、添削前はかなり暗い画面の中にすごく明るい白がこうバキッと細い面積で入っていました。これね、入り方によってはすごく印象的でいいハイライトの入れ方なんですが、その目立つハイライトが細い面積で、しかも細切れでいろんな場所に入ってしまっていました。そうすると視線がですね、いろんな部分にちょっとずつ散ってしまっていて、なんとなくですね、印象が散漫な状態になってしまうんですね。なのでこんな風に少しハイライトの明度自体は抑えてあげて、そしてある程度まとまった面積で入れてあげることによって、いろいろな部分に散ってしまっていた視線をここにですね、こう戻してあげて注目を集めることができます。さて、キャラクターの色を各所見直してきましたので、背景とのバランスも取りたいと思います。やってみます。はい、背景はですね、大体全部無彩色のグレーでしたので、それもあってちょっと単調になってしまっていたと思います。全体的に暗い画面なのはまあいいと思うんですが、全体が無彩色だとやはり単調にはなってしまうかもしれません。もしその単調さを直したいのであれば、一番は色を上げてしまうのが一番手っ取り早いと思います。はい、僕はですね、今若干紫がかった色をキャラクターの主に顔周りに入れてみました。これだけでもですね、お面のこの無彩色のグレーと差別化ができて単調さがね、減ると思います。黒とかね、グレーって一口に言っても紫寄りのグレー、緑寄りのグレー、青寄りのグレー、いろいろあるので、癖でね、ついつい無彩色のグレーを使ってしまう人は、一旦ちょっとだけでも色を加えてみると、それだけでも色彩が豊かになって単調さを避けることができるのでおすすめです。で、ちょっとですね、あっちこっち行きますが、キャラクターのこの下半身ですね、一応ですね、どんなポーズなのかは分かるには分かるんですが、下半身のぶった切れ方が結構中途半端になってしまっているので、いっそこうしてしまってもいいかもしれません。はい、おそらくですね、添削前は膝を上げているポーズだと思うんですが、絶妙な位置で途切れてしまっていて見えにくかったです。なのでいっそですね、足はですね、こうストンと下に下ろしてあげちゃった方が上半身にボリュームがありますので、バランスが取れていいかもしれません。あとぶった切れているといえば、この向かって右側の手ですね、これも画面端で収まりがあまり良くないように感じますので、もう少し内側に入れてあげてもいいと思います。こんな風に。はい、こんな感じです。徐々に調整の効果が出てきたように感じますね。ほら、ちょっとメリハリがついてきた感じがお分かりいただけると思います。影がうまくいかないってね、結構一口で言ってしまうんですが、今の調整を見ていただけると分かると思うんですが、影の形だけを修正すればどうにかなるっていう例はかなり稀です。ほとんどの場合、光に対しての影の面積だったり、肌色の影に対して服の影が強すぎないかだったり、他の要素とのバランスが結構大事になってきます。その分ね、考えることが少し複雑になってしまって頭がこんがらがってしまうかもしれませんが、この動画をね、何度か見返していただくと、あ、そうか、こうやって調整すればいいのかでね、感覚的に理解できるようになると思います。影が単調で悩んでいるという方はぜひ何度かこの動画を見てみてくださいね。さて、ちょっと顔の部分の調整に移ります。顔はですね、この絵の場合本当にちょっとした面積しか見えてませんよね。左目だけがちらっと見えている状態です。口もね、マスクでほとんど隠してしまっていますからね。なので状況としてはすごくこうかっこいいような気がするんですが、一つ注意しておくと、この状態で絵としてかっこよく見せるのはかなり至難の技です。なぜかというと、目、鼻、口って絵というゲームをプレイする上でめちゃくちゃ強力な武器だからです。例えるならですね、M16 アサルトライフルを使えるのにわざわざそれを使わずにコンバットナイフだけで戦いに行くみたいな、なんかそういう感じですね。それでね、確かに無双できたらめちゃくちゃかっこいいんですが、残念ながらかなりの上級者じゃないとそんな立ち回りは不可能です。顔にね、マスクをかけるのって結構ね、それに近い行為だと思ってください。その上でどうすればいいのかっていうことなんですが、今出ている部分の書き込み量を増やすというのが一つの手です。例えばですね、こうですかね。
はい、髪の毛に少し遊びをつけて、ちょっとね髪をこうさらっと流してみました。これだけでもちょっと動きや表情をつけることができますね。あとはですね、やっぱり目ですかね。目がですね、あんまり現状今こっちを見ていないように感じるんですね。それも問題かと思います。少し書き込んでみますね。はい、こんな感じです。目の書き込み量を増やしつつ、ちゃんとね画面を見ているように視線を調整してみました。どうでしょう。やっぱりですね、目の調整で印象が結構変わりますよね。はい、あとは若干この輪郭周りにも反射光を入れて、輪郭を強調することでも顔の印象を引き上げられるかもしれません。やってみます。はい、こんな感じです。キャラクターについてはこのぐらいにして、次はエフェクトについてちょっと添削させていただきます。エフェクトについてですね、僕がちょっと問題かもと思っている場所があるとすると、最初の段階でちょっとこう細切れすぎて、これも印象がこうばらける散漫になる原因かもしれないなと思ったところです。まあこういうねこう散発的な描き方も場合によってはあるとは思うんですが、絵がまとまらずに困った時はこうすると簡単に絵がまとまります。はい、長いエフェクトも入れちゃうってことですね。単発的にポツポツっとエフェクトがあってももちろんいいんですが、それを束ねるような感じで画面を横切るような長いエフェクトをかけてあげると、絵に流れが生まれて一気にまとまった感じになるのでおすすめです。今ね赤いエフェクトだけやってみたので、青いエフェクトでも長いストロークを加えてみます。はい、こんな感じ。青いエフェクトにも長い調子を入れてみました。で、これだけだとやはり単調ですし、何よりも和風のテイストが引き立ちませんよね。なのでここから少しエフェクトにも遊びを持たせてあげましょう。例えばこんな風に。はい、こんな感じ。ちょっとねこういうくるくるっとした炎を散発的に入れてあげると、和風っぽい感じが引き立ちますし、密度も生まれて見栄えもぐっと良くなりますね。青いのも加えてみましょうか。はい、こんな感じです。あとですね、お面の部分なんですが、ちょっとね目が丸い光り方をしているので、これはですね好みなんですが、少し切れ長の目の形を強調してあげても狐っぽくなっていいかもしれません。はい、こんな感じです。そしてですね、最後にこの子、このお面ですね、ちょっとどうするのか僕もね結構迷ってます。このまま飛んでるとなんとなく不自然な感じがするんですが、だからといって完全になくしてしまうと、それはそれで魅力が減ってしまうような気もするんですよね。なので苦肉の策、これはありかな。はい、すいません。狐じゃなくてちょっと猫っぽくなってしまったんですが、要するにこんな風にキャラクター化してあげれば、ここにいても不自然ではないような感じがするので、このようにしてあげると納得感があるのかなとも思いました。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。結構ねエフェクトの効果大きくないですか。かなりまとまって見えますよね。はい、今回の添削では影の調整、そしてエフェクトの調整をしつつ、絵から単調さをなくすにはどうすればいいのかについて解説を加えてきました。いかがだったでしょうか。もしかしたらですね、いやそうじゃなくて服のシワの影の付け方についてもっと詳しく解説を見たかったんだよっていう人もいるかもしれません。そういう人はですね、こちらの動画気まぐれ添削143、目、髪の毛、シワの描き方ポイント解説をご覧ください。服のシワについてのピンポイント解説がありますので、それが役に立つと思います。それは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。
いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。